ある先輩からこんな話を聞きました。その先輩とは家族ぐるみの付き合いをしているんですよね。学生時代の先輩ってわけではなくて、うちの父親をお兄ちゃんって言って慕ってくれていたような人なので、僕や兄貴なんかが赤ちゃんの頃から知っているような人なんじゃないんですかね。子供の頃なんかはよく遊んでもらった思い出がありますけど、今となっては人生の先輩ですね。今年の春に父親が亡くなりまして、父親名義の土地がね、田舎にいくつかあったんです。それを僕が相続するっていうことになりまして、その先輩が宅建の免許とか持ってたんで、ちょっと相談しに行ってたんですよね。何がきっかけかは忘れたんですけど、先輩が、あれ君って山久じゃない？そんな話になったんです。山久チャンネルを見てるらしくて、で、僕は動画の中でマスクはしてますけどね、リアルで知ってたら目元とか、あとやっぱり声で分かったんでしょうね。自分から話すことなんかはないですけど、そうやって見バレした場合は別に隠す必要もないと思ってるんで、あ、そうですよっつって、ちょっとね、山急話に花が咲いたんです。直近の動画で一番回ったのが、去年上げた変な女の人が家に来ちゃったっていう動画で、ああいった一コア動画ってリアルにあるものだからやっぱ怖いですよね。印象深かったらしくて、いやーあれめちゃくちゃ怖かったわーって言ってたんですよ。そこから視聴者層の話になりまして、嫁ってきた女の人も視聴者っちゃ視聴者なので、結構山級チャンネルの視聴者は頭おかしい人多いかもしんないですねって。これは別にディスってるつもりでもなくて、事実として僕はそういう風に認識していて、自称霊感持ちとかね、ちょっと変わってる人多いよなって、その話をしたくて、先輩のお姉ちゃんに会ったエピソードを話の引き合いとして出したんです。その話っていうのが、もう20年ぐらい前じゃないかな。父親から聞いたんですけど、そのお姉ちゃんが結婚した時の話で、まだ婚約した時期だと思うんですけど、相手の家に挨拶しに行くじゃないですか。親戚一同が揃ってるような中で、旦那さんが、この人がうちに嫁いでくれますよ、嫁さんですよって紹介するわけですけど、その家のおばさんだかおばあさんだかが、嫁さんですよって紹介された先輩のお姉ちゃんを見るなり、なんでこの女は水子の霊をつけてるんだ。私は霊感持ちだからわかるんだ。水子がついてる。そんなこと言って騒ぎ出した。うちに嫁ぐんだったら水子をなんとかしろって言われて、お姉ちゃんは泣きながら水子供養なのかな、なんかお祓いを受けた。あの家はお姉ちゃんが結婚するときにそんなことがあったんだよっていうのを親父から聞いたことがあって。嫁いでくれるこの人が嫁さんですよ、家族になりますよって紹介されてる最中に、お前には水子の霊がついてるって言って、いびり散らかすみたいな。もういびりなんですよね。そんなのって頭おかしいよね。そういうニュアンスでこの話を親父が喋ってたから、それを引き合いに出して、霊感持ちの人ってちょっと変な人いるっすよって、先輩のお姉ちゃんの話もあるじゃないですかって雑談がてら喋ってたんです。そしたら先輩がザッキーのネタに使えるんじゃないって言って話してくれた話が怖かったんですよね。どうやらその先輩のお姉ちゃんって本当に一回子供を下ろしてるらしくて、22歳の年に結婚をお姉ちゃんはするんですけど、そのちょっと前に付き合ってた人と子供ができたんですよね。いわゆるできちゃった結婚やるんじゃないっていう話で、家族なんかにも紹介されてたしって。そんな頃にお姉ちゃんにね、猛アプローチをかけてきた人がいたんですよ。どうか僕と一緒になってくれと。それが嫁ぎ先の旦那さんなんですけどね。田舎の家なんでね、家柄とかもあったと思うんですけど、できちゃったからできちゃった結婚。
するんじゃなくて、ちゃんとアプローチをかけてくれてる、その人の方がいいんじゃないかってことで、そっちを選んだみたいで、結局お腹の子供をね、他の人の子供をはらんだまま嫁ぐわけにはいかないので、中絶処置しちゃったんですよね。ちょうどその頃の話だって言うんです。当時、先輩の家って、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、お姉ちゃん、先輩。この6人家族で暮らしてたんです。だから毎朝ご飯をね、でっかい釜、8合炊きの釜で1日分ご飯を炊くわけです。夜中のうちに炊飯器をセットしてね、朝には炊けてるっていう状態。それが8合ね、ご飯が炊き上がるわけですけど、朝になると空っぽになってる日があった。そう言うんですよ。朝から母ちゃんがさ、騒いでるんだよ。米がないって。うち農家だから米ないわけないんだよ。詳しく聞くと、その炊飯かけた8合のご飯がないって言って騒いでてね。あんた食べたでしょって俺言われたけど、知らないんだよねって。そんな日が何日かあったらしいんですよ。ある日、先輩がね、自分の部屋でくつろいでると、なんか部屋の中が臭い。物が腐ったような、タンパク質が分解したような、嫌な匂い、腐敗臭。四畳半のそんな広い部屋でもないので、何か物でも腐らしちゃったかなと思って、匂いの出所を探すんだけど、わからないんですって。当時先輩は20歳、大学生で、お酒も覚えたばかりで、友達の家とか彼女の家なんかを寝泊まりしながら、大学生活を満喫してた時期だから、自分の部屋の様子なんて気にもしたことなかったんだけど、なんかとにかく臭いと。なんとなく押し入れが気になって、ガラガラって襖を開けてみたんです。そしたら口が縛られたスーパーかなんかのビニール袋3袋ぐらいあって、で、中にゆるい感じの液体みたいな、触った感じ柔らかいのが入ってる。これがすごい臭いんですって。なんだろうって。こんなの知らないから。とりあえず中を見てみたんですって。そしたら真っ白い大量のゲロ。それも腐ってる。みたいな。うわーなって。みんな、ちょっと来てって家族呼んで。これなんかわかるって。そしたら、おばあちゃんが、ああ、これ、お姉ちゃんだろう。そう言うんです。だけど、お姉ちゃんは、私こんなの知らないって。もう一点張り。なぜか、その先輩の部屋から、おそらく直近で米がなくなってると、炊いてる米がないって母ちゃんが騒いでて、その白米のゲロなんですって。それが部屋の押し入れからビニール袋に入って出てきちゃったって。そういう狐につままれたみたいな変な事件があったんだよねって先輩が言うんですけど、俺気になってばあちゃんにね、なんで姉ちゃんだと思うって聞いてみたんだ。そしたら、ばあちゃんがね、あの子、子供降ろしただろうって。あんたたち若者にはわかんないかもしんないけど、おばあちゃんぐらいの年の人たちが赤ちゃんにご飯を食べさせる時ってどうやってたと思うって。自分の口で咀嚼したものを赤ちゃんにあげてたんだよ。お前の部屋から出てきたゲロみたいなのは、おそらく子供にあげようとしたんだろうな。口で咀嚼した白米だよ。だから、お姉ちゃんちょっとおかしくなっているんじゃねえのか。ばあちゃんがそう言ってたのを俺は覚えてんだよね。でも結局、それが何だったのかはわかんないまま、あんた気持ち悪いわね、そんなの押し入れにしまっててって、バカなんじゃないのって俺がなんか責められたんだけど、嫁いだ先のおばさんだかおばあさんだかに、あんた水子の霊がついてるよって姉ちゃんが言われた時に、何かが取り付いてたんじゃないのかな。水子なのか何なのかわかんないけど、ばあちゃんの言葉が説得力あったからね。姉ちゃんが中絶手術から帰ってきた頃と、米がなくなりだした頃が一緒だし、
極めつけは、姉ちゃんが嫁いだ家に水子の霊がついてるって言われてお祓い受けさせられたってやつ。そんな風に先輩が喋ってて、僕お姉さんも知ってるんで、想像しちゃって、なんかすごいもう悲しいような怖いような、何なんだろうって思って、ちょっとえぐいよなって。そういう霊的なものがあったりとか、一時的に精神的におかしくなってたかもしんないけど、そういうオチだったんだって改めて聞いて、ちょっとね、これは雑記で喋ろうと思って、今回喋ってみました。